国際交流基金日米センターのオンラインセミナーシリーズをご覧いただきありがとうございます。2011年に発生した東日本大震災から10年が経ちました。失われた多くの尊い命、身近な方々を亡くされたすべての被災者に改めてお悔やみとお見舞いを申し上げます。国際交流基金では東日本大震災復興に関する取り組みとして文化芸術や教育・研究を通じたさまざまな事業を展開してきました。日米センターでも防災や復興をテーマとする事業への支援を行うとともに、日米の交流活動を通して震災復興の一助となるべく取り組んでまいりました。ところで皆さんはジェットプログラムをご存知ですか？外国語教育の指導や国際交流の推進に携わる人材を世界各地から日本の地方自治体に招くプログラムです。震災発生前の2010年7月の時点で日本全国に4334人のジェットプログラム参加者が滞在していました。大半が20代から30代の若者で、日本への憧れや関心、そして母国と日本の架け橋になろうという志を胸に抱いて日本での生活を営んでいた人たちです。震災で犠牲になられた方の中にはアメリカから参加されたジェット青年のお二人がいました。テイラー・アンダーソンさんは宮城県石巻市で、モンゴメリー・ディクソンさんは岩手県陸前高田市で子どもたちに英語を教えながら地域の方々とも親睦を深め、国際交流のために尽力されていました。3月11日に被災された当時、テイラーさんは24歳、モンゴメリーさんは26歳の若さでした。日米センターではご遺族や関係者の方々のご協力のもとで2人の青年が日米交流に託した志を継ぐプロジェクトへの支援を実施してきました。今回のセミナーでは在りし日のテイラーさん、モンゴメリーさんのエピソード、2人が日米交流にかけた思い、具体的に実施したプロジェクトの数々、そして今日まで続く交流活動についてランドルフメイコンカレッジの中村真由美さんとアラスカ大学の原田博子先生にインタビューを行いました。2人のジェット青年の意思を継ぐ取り組みについてお伝えします。第1部でお届けするのは、テイラーさんが卒業されたアメリカ東海岸バージニア州にあるランドルフメイコンカレッジ国際教育部部長の中村真由美さんへのインタビューです。中村さんは神奈川県のご出身で、2006年よりバージニア州のランドルフメイコンカレッジに勤務し、海外の大学との協定締結、学内外の国際化、ダイバーシティの推進、学生・教職員の海外派遣プログラムの企画・運営などに携わっておられます。それでは中村さん、まずはじめにランドルフメイコンカレッジについて少しご紹介いただけますか？はい、皆さんこんにちは。本日はこのような貴重な機会をいただきありがとうございます。ランドルフメイコン大学はですね、北に90マイルほど、キロでいうと155キロぐらいですね、北上すればアメリカの首都ワシントン DC、 そして車で20分ほど南下すればバージニアの州都であるリッチモンドにアクセスできます。アメリカの歴史、文化、政治にも関係の深い場所に位置していて、立地的にも環境的にもとても恵まれています。でキャンパスがあるアシュランドなんですが、人口が7800人ほどで、大学の関係者の多くがこの町に住んでいます。アメリカの鉄道システムであるアムトラックの駅が隣接していまして、すごく特徴的でチャーミングな街並みや住宅地がキャンパスを中心に広がっています。ですね、The Center of the Universe っていう、愛称が、ついていて、皆様に愛着を込めてそう呼んでいただいています。
で大学自体なんですが創立が1830年、200年近い歴史を有しています。現在の学生数が1520名、そして海外からの留学生も毎年25カ国以上から正規もしくは交換留学プログラムで留学しに来ています。でアメリカといえばですね、皆さんもご想像する時にですね、マンモス校のような大きな州立大学、学生数が何万人もいるような大きな大学を想像されることがあると思うんですが、私たちの大学はご存知の通りとても小さくてですね、ほとんどの、学生が全員のことを知っている。そして教授陣もですね、学生の一人一人の名前を覚えて、ファーストネームで呼ぶようなとてもフレンドリーな環境です。よく英語でクロースネットコミュニティって言うんですけれども、密接な、結束の強いコミュニティ、それが私たちの特徴で、持ち味だというふうに考えています。アジア研究学科にですね、ジャパニーズ・スタディーズ、日本語・日本文化研究がありまして、現在3名の教員が教鞭をとっています。2017年に日本研究が副専攻になりました。で今では22名の学生が日本研究、日本語研究を副専攻しています。まだ4年目の副専攻なので、これからもっともっと数が増えると予想しています。で今日のお話しする内容にもあるようにですね、本学は日本との関係もご縁もとても深いです。日本の大学の、様ともいくつか提供を結んでいます。10年前にはですね、アクティブな提携校が1校しかなかったのが、この10年間で3校に増え、定期的に派遣を行っています。これはとても私たちにとって大きな前進です。で国際交流、国際教育に、推進しているこういう小さい大学があるということを、より多くの日本の皆様にも知っていただき、ランドルフ・メイコンの、特徴、持ち味を、広げていけたらなと思っています。この後でお聞きしますテイラー・アンダーソン記念プロジェクトの名前の由来となっているテイラー・アンダーソンさんは、震災で犠牲となったジェット青年の一人、ランドルフ・メイコン・カレッジの卒業生です。中村さんは生前のテイラーさんとは実際に面識がなかったそうですが、ご両親とは今も交流をされていると伺いました。テイラーさんは大学での学びを経てすぐにジェットプログラムに参加したそうですが、大学生活の様子はどのようにお聞きしていますか？はい、そうですね、まず第一に大前提としてですね、テイラーさんの存在がなかったらおそらく私はここに今座っていないと思います。で大学、もしかしたらこの大学でもですね、今も働いていなかったかもしれないです。それぐらいすごく大きな出会いで大きな存在です。でおっしゃっていただいたようにですね、私はテイラーとは面識がなく、在学中に一度も会うことがありませんでした。ですので一番の最初の接点はテイラーのご両親でした。で初めての出会いがですね、2011年の3月11日震災からほどなくして、私たちの大学で行われたテイラーを偲ぶ会で、2人 ご両親に会う機会がありました。そこでですね、初対面だったんですが、私はやはりすごく震災でのショックとですね、自分の母国で亡くなられた娘さんがいらっしゃるご両親に、お会いするのがすごく、やはり申し訳ないという気持ちで、涙がこらえられなくなって号泣してしまったのですが、お二人がすごく優しく包み込んでくださって、ご本人たちの方が、癒され慰められなきゃいけない立場だったのが逆転してしまったという記憶があります。でテイラーのことは、知らなかったのですが、この10年でですね、テイラーの、ご両親やお友達からお話を聞く間にですね、私もとても近く感じるようになりまして、今では友達のようにテイラーと、名前でファーストネームで呼ぶようになっています。
でお話を聞く限りですね、日本人よりも日本人らしい女性という印象があります。おとなしくて控えめで、でもその内に込めた真の強さというものをすごく感じます。でこのインタビューを受けるにあたってアンダーソン夫妻とお話をする機会があったのですが、クリスマス休暇でアメリカから日本からアメリカに一時帰国した時にですね、スーパーの買い出しをしている時に他のお客様にカートが当たってしまった時にテイラーが日本語で「すみません」と「ごめんなさい」とお辞儀をして謝っていたと2人が思い出話をして笑っていたのがとても、記憶に残っています。で最初はとても礼儀正しくおしとやかな雰囲気なのですが、でも知り合ったらとても元気で、みんなの中心になるようなまとめ役になるようなすごく、マグネットのような存在というふうに聞いています。で私とですねテイラーがもし会っていたらきっと2人は親友になっていたんじゃないかというふうにご両親が言ってくれているので、私もとても会いたかったという気持ちがあります。でテイラーがですね6歳の時に初めて日本語に触れて、学びそして知識を深め、大学に入る頃にはすでにですね日本に行ってみたいという夢、もうすごく現実的な目標がありました。そこでですね大学2年生の2006年の1月にですね教員引率の日本研修コースというものに参加します。これが初めてテイラーが日本に来日するという機会になるのですが、ご両親からするととても自然な流れだったというふうに聞いています。ランドルフメイコン大学を選んだ理由にこの1月の教員引率のプログラムがあったそうです。そしてですね日本滞在中の日記に書かれていたのはテイラーは I'll be back というふうに書いていたので、必ず日本にまた帰ってくるという強い意志があったようです。そして在学中にはですね夏季の、研究プログラムに参加して村上春樹の作品の研究をし、またさらに日本への、知識を深めどんどんのめり込んでいったようです。で先ほどおっしゃられたようにですね大学卒業後の進路といたしましてジェットプログラムに参加し ALT 外国人指導助手ですね、2008年から2011年宮城県の石巻市に派遣され3年近く地元の子どもたちに英語を教え、そこで東日本大震災が起こりました。で震災後すぐにテイラー・アンダーソン・メモリアル・ファンド記念基金をご両親が立ち上げることになります。そしてテイラーのレガシーというのはいろいろな形で残されています。ドキュメンタリー映画もそうですし書籍、絵本、そしてですねテイラー文庫っていうものが一番大きく、メディアでも取り上げられているのですが、現在までに22カ所の石巻と女川市内の小学校に寄贈されています。その何年か後にですね弟のジェファリーさんが2016年から2018年までまたジェットプログラムの ALT として参加をしています。これはですね本当にご両親にとってもとても勇気のいることで勇敢なことだなと私はすごく印象に残っています。アメリカのアラスカ出身のモンティ・ディクソンさんもそうなのですが、テイラーも含め亡くなられた方の、影響力ですね、それは計り知れないと思います。この亡くなられて10年経った今でもですねなお与え続けるその影響力に感謝と敬意の気持ちしかありません。ありがとうございます。日米センターは2011年から2016年までランドルフメイコンカレッジに対してテイラー・アンダーソン記念プロジェクトと題した震災特別支援をさせていただきました。主にどのような活動をされたのでしょうか。
国際交流基金日米センター様から助成金のお話をいただいた頃ですね、ちょうどアンドリュー・メロン財団からも本学の中国語プログラムを向上させる助成金をいただいたところでした。そして今度は日本研究のプログラムを同時進行で取り組むために必要なリソースをふんだんにいただけるということで、とてもエキサイティングでワクワクした時期でした。このいただいた助成金をどういうふうにプログラム向上に投資していくかという構想を練る中で、たくさんのプロジェクトが立ち上がったのですが、その中で特に影響力と成果をもたらしたと私が思うものが3つあります。まず1つ目にですね、2012年の夏に実施された本学の教員訪日研修です。政治学、芸術、宗教学、数学、音楽という多岐にわたる分野で教鞭をとっていたこの6名の教員たちがそれぞれに日本への知識を深め、この10年で185名の学生が1月のタームで引率で訪日したことになります。これは私たちにとって10年かけて作った成果ですが、とても大きな前進と言えます。このグループの後についてですね、合計25名の教員と、3名の職員がこの10年間で日本を研修で訪れることになります。この中にはですね、2017年に日本を訪れた本学の学長も含まれます。2つ目にですね、日本語・日本文化研究コースの増設と充実というものが挙げられます。先ほどですね、教員、現在が3名、日本語・日本文化のコースを教えているというふうに申し上げたのですが、10年前はですね、たった1名の教員のみでした。この10年でですね、講座数は増え続けまして、現在日本語のクラスは9つ、日本文化のクラスがだいたい年に6つほど開設されています。日米センター様からの助成金以前はですね、日本語のクラスが年間に4つ、文化のクラスにおいては年に1つのみでした。今ではですね、205名の学生が日本語・日本文化の授業を履修し、これは10年前の当時の平均が87名ほどだったことの数字から見てもですね、助成金がもたらした成果というのは歴然としていると思います。年間の平均がですね、10年前は7講座から現在では15講座にも増えました。3つ目にですね、大学の文化が変わったということが挙げられると思います。この10年でですね、学生の日本に対する見方が180度変わったように思います。それまではですね、日本への固定概念というものが、少なからず根付いていたように思います。それはポップカルチャーだったりアニメなどそれらが主な情報源だったからというのもあるのですが、それと同時にですね、学生たちに十分な知識やリソースを与えられていなかったからという理由があったと思います。しかしですね、先ほど申し上げた通り講座数を増やすことで、そのハードルを超えることができましたので、日本語・日本文化のプログラムが洗練されていきました。これまでにですね、数年に一度しか実施されていなかった教員引率の訪日研修プログラムが助成金授与以来ですね、毎年実施されるようになりました。これは私も通訳として何度も同行しているのですが、教員引率の訪日プログラムを通してですね、私たちの学生が本当の日本を自分の目と体で体験することができているように思います。助成期間がすでに終了して5年以上が経ちますが、継続・発展されたプロジェクトなどはありますか？また苦労した経験などあれば教えてください。はい、このオンラインセミナーに向けての話し合いの中でですね、日米センターのスタッフの方がおっしゃられていたのが、最初の記念事業の助成金はシードマネーに過ぎない、つまりスタートアップを手助けする目的のものだったと改めてお聞きして、まさにその通り10年前に種まきしたものが見事に花開いたのではないかと実感しています。継続発展したものの
大きな例としていくつか挙げることができると思います。一つはですね、先ほども申し上げたように日本の大学との協定が拡大したことです。特にテイラーのゆかりの土地である石巻にある石巻専修大学様とは2015年より総合交流を開始しまして、2018年1月に正式に国際交流協定を締結いたしました。その流れの一環としてですね、両校の間で実施されたのが友達テイラー・アンダーソン記念基金リサーチ交換プログラムです。これはですね、日米カウンシルと在日大使館が主導する友達イニシアチブというパートナーシップからご支援いただいているプログラムで、主に東日本大震災の発生当時の状況や復興の歩み、そして防災について学び、お互いの国地域を訪問し合い学び合う機会を与えていただきました。そしてですね、キャンパスのプログラムも、充実した、プロジェクトがありました。2017年の4月にはですね、山岳と和山の学会を本学のキャンパスで開催いたしました。これもですね、国際交流基金様からご支援いただいたものでした。その助成金をもとにですね、学会を無料で一般公開することが可能となり、たくさんの方々にご参加いただくことができました。同年の5月、これもご縁のある、宮城県仙台をベースに活動していらっしゃる和太鼓グループが支援されている青い鯉のぼりプロジェクトに賛同し、鎮魂の祈り、そして絆を深め合い、震災の記憶の風化防止を目的に本学のキャンパスでも青い鯉のぼりが空を泳ぎました。そしてですね、もう一つこれも継続したプログラムで派生したものなのですが、2019年6月、友達プログラムで本学から参加したメンバーのうち、演劇脚本コースの学生1名と教員1名が東日本大震災をテーマにした演劇を制作するために石巻市内で被災された方々11名にインタビューを行いました。アメリカ帰国後にですね、演劇脚本コースの授業の中で演劇を制作する作業が行われていましたが、新型コロナウイルスの影響で3月中旬からオンライン授業に移行したことを受けまして、演劇から動画への作成と変更になり、YouTube で配信されたものが Beyond the Brokenness という題名の劇です。苦労した点で一つ、言及させていただくとすればですね、日本人はすごく形のないものを、重視して大切にする傾向があると思うのですが、インタビューに立ち会い通訳をするときにとても抽象的な表現をアメリカ人も理解できるように、訳し、説明するのに苦労した記憶があります。例えばですね、被災された方から、お話を伺うときに見えない復興という言葉がキーワードとしてよく出てきました。日本人にとって見えない復興、つまり心の復興というものはもしかすると物質的な復興よりも大切なのではないかということを私たちもそれぞれ学びました。ただやはりそういった精神や復興や目に見えないものを説明すればアメリカ人も理解できるし共感できます。実はアメリカ人もそういった価値観を心に秘めているということに気がついたんです。先ほどの演劇動画の話に戻りますと、タイトルが Beyond the Brokenness で、これは直訳すると破壊の向こう側ということになるのですが、破壊という言葉はちょっと日本語で言うと少し印象がきつめに聞こえるとは思うのですが、その題名にした裏側にはですね、日本の伝統技法である金継ぎから学んだことが挙げられるんですね。壊れたものをまた新しくして
新しいもので置き換えるのではなくてですね、その壊れてしまったものからですね、美しいものだったりいいものをまた取り込んで、また同じように継ぎ合わせてどう再生復活させられるか、そういう日本人の見えない、心の部分もアメリカ人として参加した本学の教員や、生徒もやり取りをしていく中で深く学んでいったのだと思います。で、心の復興というテーマでいうとですね、2016年に訪れた石巻入善の当時の竹内館長のお話がふと頭に浮かびます。震災から5年という節目を目の前に、その当時ですね、竹内館長がおっしゃっていたのは、本当の復興はこれからだと、5年目が復興元年だというふうにおっしゃっておられました。震災から10年経つ今もまだまだ見えない復興に力を注ぐことが必要でですね、本学の取り組みが少しでもその力になれたらと微力ながら継続していきたいと思っています。そしてですね、最新のプログラムで申し上げますと、2020年、日本政府主催の架け橋井上スカラープロジェクトというものに、本学が参加校として選ばれまして、日本側のパートナー校である立教大学様とともにプロジェクトを進めてまいりました。本学からはですね、23名の学生と2名の教員が、去年の3月に日本へ派遣される予定でしたが、これも新型コロナウイルスのパンデミックにより延期されました。その延期期間中の、先月の2月の下旬に両校間で3日間のリモートによる総合交流を行い、各校から35名の学生、5名ほどの教職員が参加し、コロナ禍真っ只中でも相互理解を深めることができました。ですね、本学の学生の参加者で言いますと、選出されたのはおそらくこの架け橋プロジェクトに携わらなければ日本に一生行く機会がない、さらに言えば海外へ出ることも多文化に触れることもかなわなかったのではないかという生徒が参加しており、その影響力は多大なものだと感じています。2020年から続く世界的なコロナパンデミックにより、大学も大きな影響を受けているかと思います。そのような中、2021年3月、震災から10年を迎えます。ランドルフメイコンカレッジでは、今年はどのようなプロジェクトを計画されているのでしょうか。はい、本学でもですね、震災10年目を迎えるにあたり、いくつかのプロジェクトを企画いたしました。一つはですね、映画ライフゴーズオン、邦題が一陽来復というドキュメンタリーフィルムの上映会です。これはですね、本学も親交の深いユン・ミヤさんという方が監督された作品で、震災から6年目の2017年に公開されました。また劇中にはですね、アンダーソン夫妻と、そして私たちも交流のある遠藤真一さん、涼子さん夫妻が、震災から歩んできた日々を描いています。遠藤さんはですね、木工作家でいらして、テーラー文庫のすべての書籍書棚を手掛けられている方です。そして2つ目はですね、これも石巻専修大学様とのやり取りで自然発生的に生まれたプロジェクトなのですが、日本の折り鶴と灯籠を手作りするというプロジェクトで、鎮魂の祈りと未来への希望を込めて作った鶴と灯籠を参加者それぞれが写真に収めて、それを鶴の場合はコラージュにして千羽鶴に見えるように加工をし、配信拡散、そしてですね、灯籠に関しては石巻専修大学の主催の追悼イベントのライブ配信にて使用される予定です。実はですね、この石巻専修大学様の担当者の方と、企画を計画している最中にですね、先月、2月13日にまた福島県沖で大きな地震があり、10年前のことを忘れるなと言われるような、身の引き締まるような思いがしました。絶対に忘れたことはないし、これからも忘れないという気持ちを込めて担当者の方と一緒に準備を進めてまいりました。この鶴と灯籠がですね、これをご覧になっている皆様の目にも触れる機会があることを願っています。
そしてですね3月11日当日は、追悼のメッセージをまとめた動画を配信します。これには本学の学長アンダーソン夫妻に加え、在アメリカ合衆国日本大使館の溝渕氏を含め日本の関係の深い方々からお言葉をいただくことになっています。こちらはですね3月11日以降も視聴可能です。そして東海岸時間の3月11日14時46分には、学内全体で黙祷の時間を設けています。ですね、テイラーは先ほども申し上げたように村上春樹の作品を研究してある結論に行き着きました。それはですね There's a need for connections among people for problems to be solved。 つまりですね何か問題が起きた時にそれを解決するのは人々のつながりが不可欠だという意味で研究結果としてテイラーが発表した言葉でした。震災10年目にしてですねこれだけの追悼プログラムがさまざまな方々の協力により自然発生的に能動的にですね企画されたのは、これまでの歩みを考えると決して驚くべきことではないのかもしれないのですが、改めてですね継続すること、そして誰かとつながり続けることの大切さというものを身に染みて感じています。10年以降もですね変わることなく関わり続けたいと思っています。そして数年ですね向こう数年の目標といたしましては木工作家の遠藤さんご夫婦を、日本からアメリカにお招きして私たちのキャンパスでですねテイラー文庫の書棚を、その場で作っていただくワークショップを開ければと考えています。これはですね遠藤さんご夫婦そしてチームまたほいまたお二人を囲みご支援してくださっている被災地の皆様、そしてテイラーですねアンダーソン夫妻に対しての恩返しになるのではないかと考えています。ランドルフメイコンカレッジとして中村さんご自身として今後国際教育や日本語のプログラムをどのように展開されていきたいお考えでしょうか。はい、日本語日本文化研究プログラムの点から言いますと、日本語日本研究といえばランドルフ・メイコンだと言ってもらえるようにですね本学のプログラムの発展に尽力していけたらと考えています。先ほども申し上げた通りですねこの過去10年でキャンパスの文化が変わり、日本への理解や知識が飛躍的に高まりました。これからもですねご支援をいただきながらさらなる発展に努めたいと考えています。そしてまたこの先の10年が非常に楽しみでもあります。そしてですね国際教育の観点から言いますとより多くの学生を日本へ派遣するというのはもちろんなのですが、日本の皆様にもですね本学のことをより広く知っていただき、アメリカの小さい大学でこんなことをやっているんだというような興味を持っていただけたら幸いです。それに付随してですねアメリカ留学を考えておられる日本の学生の皆様にも知ってもらい、送り出しだけではなく留学生の受け入れの方も盛んに力を入れていけたらなと考えています。こんな小さな大学でですね日本人スタッフが働いているんだと、知っていただくことでアメリカ留学の手助けやサポートになりですねより多くの交流と日米理解相互理解の促進が叶えばと考えています。最後に日本の皆さんにメッセージをお願いします。震災から10年です。この間にですねたくさんの数えきれないほどの出会いがありました。そしてですねこれだけのたくさんの人々が次々とつながっていく様は圧巻でした。アンダーソン夫妻はですねこういった不思議な出会いに遭遇するたびにですねTaylor's Coincidenceという言葉を使われます。日本語で言うとですねテイラーが起こした偶然という意味なのですが、これだけの偶然が重なるともはや必然なのかもしれないと思わずにはいられません。テイラーはですね今でも私たちのそばでみんなをつなげる架け橋の役割を
担ってくれているのではないかと信じています。日本の皆さん、特にこれから外の世界に羽ばたいていこうとしている若い世代の皆さんにも、こういう偶然と思えるような出会いを求めてアンテナを張り巡らせ、その必然性に気づいて飛び込む勇気を持っていただけたらなと思います。どの出会いもですね、つながり続けることで5年10年そして20年先に素晴らしい関係性、出来事があるかもしれません。自分なりのですねコインシデンスを日常で見つけてみてください。そしてですね、震災当時の日本人の落ち着いた、そして平和的な行動はアメリカをはじめ世界中の多くの人々の心に強く印象づいています。日本人の忍耐強さ、そして義理堅さ、お互い様の精神だったり、その土地や人々への思い入れの深さやふるさとへの思いは他の文化ではあまり見られない特徴的な部分です。これらの時代を担う若者の皆様がこうした日本人の特性を生かして文化と文化、国と国との架け橋になる役目をこれから担う機会がますます増えていくと思います。私もですね、日本を出て海外で働くようになるまで気づくことができなかった日本人としての誇りが芽生えるようになりました。これからもこうした経験を生かして今後は後進の育成にも携わっていけたらなと考えています。それでは第2部、モンゴメリーさんが卒業されたアメリカの最北端アラスカ州にあるアラスカ大学アンカレッジ校の日本語学科主任教授兼日本言語文化センター長の原田博子先生のインタビューに移ります。原田先生は兵庫県のご出身で、1998年よりアラスカ大学アンカレッジ校にて教鞭を執るほか、2012年より日本言語文化センター長も務め、さまざまな日本を発信しています。2021年3月には大学部門の最優秀語学教師に贈られる Ray Berzaconi Northwest Post-Secondary Language Educator of the Year を受賞されました。まずはアラスカ大学の自然豊かなキャンパスの様子を紹介する映像をご用意いただきましたので、こちらをご覧ください。This could be the moment we've been waiting for, the chance to feel alive. Nothing's gonna stop us, nothing's gonna top this, nothing like we've ever seen. And I raise my hands to the sky, what a feeling, 'cause I feel like dancing high, got a feeling, time to feel it. This is where it all begins. This is where it all begins. This is where it all begins. 'Cause this could be the best day of our lives, yeah. This is where it all begins.原田先生は1998年からアラスカ大学アンカレッジ校にて日本語を教えられていますが、大学の日本語プログラムについて少しご紹介いただけますか？はい、UAA では日本語のプログラムは外国語学科に属しております。7つの言語が所属してるんですけれども、日本語は現在スペイン語に次ぐ2番目に大きなプログラムとして初級から上級、そしてトピックスコースにわたる全レベルの日本語のクラスを開講しています。提携校は北海道教育大学と
岩手大学で毎年お互いに留学生の交換がなされています。ちなみに何名くらいの学生さんが日本語を勉強しているのでしょうか？そうですね、楽器によって違うんですけれども、だいたい100人から150人ですね。時に200人になる時もあります。この後でお聞きします。モンゴメリー・ディクソン記念プロジェクトの名前の由来となっているモンゴメリー・ディクソンさんは震災の犠牲となったジェット青年の一人です。彼はアラスカ大学アンカレッジ校の卒業生であり、原田先生の実の教え子だと聞いています。モンゴメリーさんは大学卒業後、ジェットプログラムに参加をしました。モンゴメリーさんはどのような学生さんだったのでしょうか。また、思い出のエピソードなどあればお聞かせください。そうですね、モンティと呼んでいるんですけれども、モンティは日本語を専攻しましたので、私はアカデミックアドバイザーとして大学在学中の彼の成長を見守ることができました。物静かで丁寧で日本語を楽しんで一生懸命勉強していました。卒業後はジェットの英語教師アシスタントとして岩手県の陸前高田に派遣されました。地元の小中学校で教える傍ら子どもたちのための英語の無料の英語の自習室、そして大人の英語教室を開くなどして、幅広く英語の指導に当たっていました。皆からモンティ先生と呼ばれて親しまれていました。陸前高田からメールをもらいましたけれども、今の僕が人生の中で一番幸せの時だと言っていました。その言葉は今も忘れることができません。実はモンティは卒業する前に新渡戸稲造の武士道という私のクラスを取りました。それで、我太平洋の架け橋とならんという新渡戸の言葉にですね感化を受けたようで、自分もそれを目指すのだと日本へ飛び立っていったんですね。そうですね、日本の専門家になる道を着実に歩んでいたと思います。日米センターは2012年から2017年までアラスカ大学アンカレッジ校に対して震災特別支援をさせていただきました。モンゴメリー・ディクソン記念プロジェクトではどのような活動をされたのでしょうか。また、いくつもの授業の中で原田先生が特に印象に残っている出来事などがあれば教えてください。日本センターではモンティの太平洋の架け橋となるという夢をですね受け継いで日本とアラスカの相互理解、そして絆を深めることを目的としました。でも最初はどのような活動をすればよいか本当に焦点を絞るのに大変苦労しました。そしてある時ですね陸前高田を訪れた際にモンティのオフィスがあった市役所の跡地にですね四つ葉のクローバーを見つけたんですね。でそれからヒントを得まして一つ日本語教育、2アラスカと日本の交流、3スカラシップ、そして日本関係のイベント、それが4ですねの4つの部門に活動の焦点を絞ることにしてこの活動をですね、モンティの架け橋プロジェクトと名付けました。そして日米センターの本当にこの特別支援でさまざまな企画をすることができましたが、印象に残っている出来事としてはですね、まずモンティの架け橋明日への希望という日本語教科書を出版
することができたことが挙げられます。東日本大震災をテーマにした教科書で、全米より日本語の先生方をお呼びして作成しました。2夏かけての作成となりましたが、アラスカは夏は実は日が夜中まで沈まないんですね。それでいつまで経っても明るいんです。それでみんなで連日真夜中まで教科書作りに取り組んでですね、2014年に完成させました。また2015年にUAA と岩手大学でジョイントプロジェクトを企画したんですが、両大学の学生と共感で陸前高田を訪れ、市の復興プロジェクトに参加することができたのも印象深い出来事として心に残っております。そして2016年には岩手大学との協定が結ばれ、以後毎年 UAA からは学生が岩手大学に留学しており、岩手大学からは大学院生の方々が毎年3月に UAA に来られるなど活発な交流が行われています。イベント部門でも心に残ることができる出来事がたくさんあります。ハイライトとしましては、着物のレクチャーとファッションショー、ラーメンのレクチャーとテイスティング、サイバーエティクスコンフェレンスなどが挙げられます。着物のイベントではロスの着物エージェンシーから講師の方を、ラーメンのイベントではケンブリッジ大学より講師の方をお招きすることができました。サイバーエティクスコンフェレンスではパロというアザラシ型ロボットを開発された方をお招きしてパロを披露していただきました。こうしてですね、特別支援のおかげで本当にいろいろな角度から日本を発信することができました。もう一つ忘れられない出来事はですね、2016年に大学のキャンパスに茶室が誕生したことです。おそらく世界で一番北の果てにある茶室の一つではないかと思いますが、初公開の日には200人以上の方々がお越しくださり、盛大なお茶会が開かれました。茶室はモンティの間と名付けられ、四季折々のお茶会、学生の勉強の場、そして茶道のクラスなどに利用されています。さらに、2016年は震災5年ということで、NHK ワールドがモンティと日本センターを取り上げてくださり、世界に向けて放映されました。メディアを通して日本センターのストーリーが、多くの方に届いたことも印象に残る出来事です。ありがとうございます。2017年に助成期間が終了してすでに数年が経ちますが、継続発展されたプロジェクトなどはありますか？また苦労されたことなどがあればお聞かせください。はい、モンティのメモリアル事業が終了してほぼ3年半経ったんですけれども、多大な助成金が終了してですね、独り立ちが始まった当初は本当にどうしたものかと戸惑いました。でも幸いにも多方面からの援助により活動を続けてくることができました。2018年は独り立ちしてからの大きな第一歩だったんですが、アツ島の玉砕75周年のイベントを共催しました。アラスカのアリューシャン列島の最先端にですね、アツ島という小さな島があるんですけれども、そこは第二次世界大戦中に日本軍とアメリカ軍の激しい戦いがありました。実はアツ島はですね、一時日本軍が占領するんですが、
アツ島の住民アリュートたち40数名が北海道の小樽に3年間収容されるんですね。そして戦後戦場と化してしまったアツ島の自分たちの村に戻ることができず故郷を失ってしまったんですけれども、アリューシャン列島の他の島で戦後を生き抜くことになるんですね。そういった背景があるんですが、この75周年のイベントではアツ島の元住民の子孫、アツ島で戦ったアメリカ兵の元軍人、そしてアツ島で戦没された日本兵のご遺族の方々のこの3者が集まったんですね。そしてアメリカ軍の元軍人の方々は最年長は105歳で一番若くて95歳という年齢層でした。イベントではこれらの3者の方たちが75年を経てひとところに会する場となり、大変感動的な出会いも展開しました。またこの75年を追った霧が晴れる時というドキュメンタリー映画があるんですが、それを手掛けられた監督をご招待することもでき、アンカレッジで初公開していただきました。そして2019年はですね、イベントを2つ開催することができたんですけれども、一つは第二次世界大戦時にリトアニアで多くのユダヤ人を救った方、杉原千畝に関するイベントで、これは共催で行いました。実はこれも最新のドキュメンタリー映画がありまして、題名が杉原千畝をつないだ命の物語と言いますが、監督であられる方をお呼びして上映会をいたしました。で2つ目のイベントなんですが、日本センターがこれは主催しました。広島アムチトカレガシーズ What Future Can We Choose というイベントだったんですけれども、アムチトカはアリューシャン列島にある島なんですが、実は1965年から71年にかけてですね、3回にわたってアメリカの地下核実験が行われたところなんですね。でこのイベントには2017年にノーベル平和賞を受賞した、核兵器廃絶国際キャンペーンICAN のグループのアメリカ代表の方お二人をスピーカーとしてお呼びすることができました。またこのイベントを通してですね、アンカレッジも ICAN City アピールに加わることになり、核兵器禁止条約を支持する都市となったんですね。市のステータスまで変えることができるインパクトのあるイベントでした。ありがとうございます。2020年から続いています世界的なコロナパンデミックにより、大学も大きな影響を受けているかと思います。そのような中、2021年3月、震災から10年を迎えます。アラスカ大学アンカレッジ校では、今年はどのようなプロジェクトを計画されているのでしょうか。そうですね、2020年は本当に3月以降は私たちも対面でのイベントなどはできず、大学の授業も昨年3月以来 Zoom を使っての遠隔授業になっています。今学期も遠隔授業なんですけれども、今年で震災10年ということで上級トピックスコースをですねモンティに捧げることにして、先にご紹介いたしましたモンティの架け橋明日への希望という教科書を使って授業を進めております。ありがとうございます。原田先生として今後モンゴメリーさんの思いをどのように引き継いでいきたいお考えでしょうか。
そうですね、実は日本センターではこの3月11日にですね、震災10周年モンティの10周年の記念会を持ちます。Zoom のイベントになりますが、そのおかげと言いましょうか、アンカレッジはもとよりさらには海を越えてですね、日本からも多くの方々が参加されます。これを機にですね、次の10年への新出発として皆様と共に太平洋の架け橋となるというモンティの夢を、さらに発展させていけたらと願っています。最後に日本の皆さんにメッセージをお願いします。日本の若者の皆さん、本当に立派な21世紀のリーダーになるという自覚を持って進んでもらいたいなと思います。そして日本の外にも目を向けて、自分が今どういうところに立っているのか再発見しましょう。皆さん、ゲーテというドイツの詩人を知っていますか？実はゲーテが外国語を知らない人は自国の言葉を知らない人だという言葉を残していますが、私もアメリカに勉強に来て英語を一生懸命勉強し、そして今日本語を教える身になってですね、この、ゲートの言葉は真実だと実感しています。モンティは一生懸命日本の子どもたちに英語を教えました。今その子たちも高校生になっているでしょう。皆さん英語頑張ってください。そして海外に飛び出してみてください。で、ここで一つ思い出すことがあります。アメリカの大学院で勉強を始めた頃なんですけれども、コロンビアから来たグローリアっていう留学生と友達になりました。ある日、彼女と一緒に買い物に行った時のことなんですが、彼女が店員に何か聞いたんですね。で、彼女はとても強いアクセントを持っていったせいか、店員があんたの言ってることはわからないと嫌な顔をしたんですね。で、私がもしグローリアだったら、自分の英語がわからないからだと縮こまってしまいますけれども、なんと彼女は拳を上げてですね、私の英語がわからないってのと負けずにやり返したんですね。で、私にとってはもう本当に目から鱗で、このスピリットでやるんだという本当に勇気づけられたんですね。で、皆さんもこのグローリアスピリットでとにかく臆することなく英語でコミュニケートしましょう。異文化体験しましょう。チャレンジもあるでしょうが、でもその一歩で新しい世界が開かれていくと思います。そして何よりもどこにいても、そしてどこに行っても日本人であるという自覚と誇りを持って歩んでください。そして皆さんも一人一人が架け橋となって一緒に世界をつないでいきましょう。オンラインセミナーシリーズ、今アメリカを考える、アメリカと考えるの第4回をご視聴いただき、どうもありがとうございました。